津村明正さん、当時16歳。広島市立第一工業学校を繰り上げで卒業し、4月に鉄道局に入社。父、母、姉とともに西蟹谷町にあった自宅から親戚のつてで牛田の民家に疎開していました。津村さんは爆心地からおよそ 3.5 キロのこの疎開先の家で被爆しました。津村さんは自分の経験したことを残しておくべきだと考え、当時の記憶をもとに原爆の絵を描いています。朝食をとる前に警戒警報かな、あまり気にせずに朝食を済ましてゆっくりしおる時に空襲警報が解除になって安心しよったところで B29 の爆音がしだしたんですよね。あら、おかしいな、空襲警報が解除になったのになんで爆音がするんかやな。南側のガラス戸を開けて、どっか音がするんじゃがな思ってずっとかって壁線ぐらいじゃ思うんです、上空ぐらいじゃ思うんですが、高いですからね、こうならようは分かるんじゃが、このぐらいだったですからね、そうと言うた時に29を見た時にパッと光って、この方が光ったんですよね。何かは分からんけど何か光って、あら何か光ったんかやの思ってずっと下へ見て、左の駅を見たが何もないし、どうしたんかな思ったらブワンですよね。ブですね。トランスが開けた時の音、あの音に合わせるんですよ。ブワンだからね、鈍い音です。おかしいな言いながらこう右に見てドームの方へ行った時にパッとこう太陽みたいな丸い、これ今見たら考えたらあれ灰色だったと思うんですよね。原子雲がもう上がっとったんだろう思うんですよ。雲に隠れた月があるんです。あれを見るのと一緒です。あら思った時に爆風が来たんだと思うんですよ。それで気が付いたらもう後ろへこうやって寝とったですね。思ってみたらガラスがもう当たりいっぱい、ガラスと瓦ピカッと光ったのは分かるんだが、音はしなかったから爆弾じゃないな、空襲じゃないなと思ったんですよ。なんじゃろう、うちだけかいの思って外を見たがどこもありもないんですよ。平常なんですよ。そして9時半か10時頃になって県道へ出たんですよ。避難する人がこっちどんどん来るんですよね。見ても血やなんか見なんだと思うんです。あの時はあれがね、ドガーン言うたらね、やられたんじゃな思うんだが、あれがない、ドガンがない、光っただけでどうして分からずに避難してくる人をずっと見たんですがね、途切れることなしにこう避難する人が来ましたね。長かったんか分からん。近所の人も聞いても分からんのですよ、みんな。見に行って宝永橋渡ったちょっと行ったところで女の人の死体がちょっとこう針でついたら湯茶割りがパーッとはじけそうな感じのなったですね。あとずっと死体見てないんですよ。そこだけあったですね。焼夷弾でなっても同じような状態よ、結果は。原爆でなくても原爆は大量で
からどういうか子供までやられるけど、焼夷弾でもそうじゃね。もう焼夷弾でやられた人もやけどした人も見たけど同じようなこと。ただ後遺症がどうなるかどう知らんけど、焼夷弾は後遺症はないですわね。原爆は後遺症がありますよね。そういうようなことで、違うんかな思ってみたり。